皆さんこんにちは。五野へみきです。正しい日本語で話しなさい。日本語を正しく話せないといけません。そういうふうに指摘されたことはありますか？私はありますね。はい。アナウンサーという職業であるというのもありますけれども、私以前 SNS に投稿したその言葉について、アナウンサーなのにおかしいとか、そういうコメント、リプライをいただいたこともありますね。そんな突拍子もないこと書いてないんですけれども、どちらかというと話し言葉より、書き言葉よりも話し言葉よりで書いているので、例えばですね、今度〇〇さんとご飯に行きたいと思いますというふうに書いた時に、ご飯に行く、ご飯に行くというこの言葉は日本語じゃないと、アナウンサーなのにおかしいみたいなリプライをいただいたことがありますね。はい。で、今日は正しい日本語で話しなさいというこの指摘は正しいのかどうかということについてですね、考えていきたいと思います。念のためお伝えしておきますと、アナウンサーは言葉を丁寧に使うべきだという考えに対するアンチテーゼではありません。私はアナウンサーは言葉を丁寧に使うべきだと思いますし、慎重に言葉を選ぶ職業だと思っております。例えば地震が起きました、津波注意報が出ました、そういう時に信用してもらわないといけないですし、何かそうですね、もう常に言葉遣いに対してアンテナを張っている、そういう職業だと思っておりまして、もしそれが煩わしいと思うぐらいだったら、アナウンサーじゃなくてタレントとして活動した方がいいんじゃないかなって思うぐらい、アナウンサーは言葉を丁寧に使う職業だって思っております。で、正しい日本語という表現に疑問が起きてくるわけですよ。言葉に対して慎重であるがゆえに、正しい日本語で話しなさいという日本語は正しいのかどうか。まず正しい日本語とは何なのか、これについてですね、今日は3つのポイントに絞ってお伝えしていきます。スピーチトレーニング。それではポイント1です。どの時点の日本語が正しいのか。はい、これ言語は変化するものですよね。辞書って常に更新、改訂版出ていきますよね。30年前の辞書が正しくて、改訂版の辞書は間違ってる。そんなことはまずありえないわけですね。ちなみに新明解国語辞典で言いますと、初版が1972年、昭和47年ですね。で、今は第8版、8回目の改訂版が出ている。これ、初版が間違っていて、8版が、8回目の改訂版が合ってるってことでもないですし、今の改訂版が間違ってて初版が正しいってことでもないですね。はい。言語っていうのは変化するものなので、辞書はそこに合わせていくということになる。で、言語において変化する前の方が正しいとしている見解を見つけますけれども、これもっとずっと遡るとですね、日本語って奈良時代と平安時代でももう変化があるんですね。万葉集、こちらは奈良時代末期に成立したとみられる日本に現存する最古の和歌集、一番古い和歌集ですね。で、まだひらがな、カタカナができる前になりますので、万葉仮名で表記をされています。例えば、恋、当時の古碑ですけれども、この古碑はこういう古碑という漢字で書かれていますね。で、同じ古を使った言葉で衣という言葉がありまして、これは衣、こういうふうに万葉仮名で書かれています。で、古碑の古、衣の古というところに着目をしますと、古碑の古と衣の古は使う万葉仮名のグループが違うんですね。古碑って書く時の古に去年の去って使ってないんですね。なので古碑と衣の古というのは違う音だった可能性が高い。これ日本語学だと古の甲類、古の乙類というふうに区別をしています。で、万葉仮名、万葉集の時代、奈良時代はこういうふうに区別があったんですけれども、平安時代にはもうこの区別は消滅しています。どちらも古、カタカナあるいはひらがなの古というふうに統一されているんですね。
なので平安時代にはもう変化をしているということが分かっているわけなんですけれども、その言語は変化する前の方が正しいというふうにしてしまったらですね、日本語は平安時代にはもう間違っているということになってしまうので、その変化する前の方が正しいという見解は主観ですね。そもそも日本語学、言語学全般ですけれども、正しいとか間違っているっていう価値判断をする学問ではないので、時代が前のものの方が正しいというのは、気持ち、感情、主観ということになりますね。スピーチトレーニング。それではポイント2つ目です。話し言葉と書き言葉。この観点ですね。日本語って話し言葉と書き言葉が完全に一致はしていない言語ですね。明治時代に原文一致運動というのが起こりまして、江戸時代の時よりはずっと口語と文語というのが近づいたんですけれども、今も完全に一致はしていないですね。そうですね。たまにその書き言葉が正しいっていう風な、書き言葉が正しい日本語だってこうしてしまう見解を稀に見かけるんですけれども、これもし話し言葉は誤り、間違った日本語だっていう風にしてしまうと、話すときに話し言葉使えなくなってしまいますので、日常生活を送るのがちょっと難しくなりますよね。例えばですね、文章で書く、作文で書くっていう時は間違っているって書きますけれども、話している時は間違ってる、いの部分省略して日本語が間違ってるみたいな感じでね、話す時、いが省略される。これ全然問題がないですね。私埼玉の出身なんですけれども、書く時は埼玉の出身です、あるいは埼玉県の出身ですって書きます。話すときは今みたいに埼玉の出身なんですけれどもとか、埼玉の出身なんです、出身埼玉なんです、こういうふうにになる。これになるのを発音化と言いますけれども、こういうふうに発音化するとか、あとは私とか私はとかを省略して話す。助詞の省略、主語の省略、これ話し言葉ではよくある現象ですね。で、何か人前で話す、スピーチをする、プレゼンをするという時にですね、書き言葉が正しい日本語だとなってしまうと、こうやって自然に話しかけるっていうことができなくなってしまいますね。書き言葉で喋ろうとすると、一回頭の中で作文を作ってそれを読み上げることになるので、私は五のへみきです。私は埼玉県の出身です。埼玉県には特産品があります。こんな感じで、ちょっと不自然、朗読調になってしまうということがありますので、話し言葉も書き言葉もどっちかが間違っているとかではなくて、どちらも日本語、どちらが正しくてどちらが間違っているっていう判断はできない。使う場面が違うというふうに理解していただければいいかなと思います。スピーチトレーニング。それでは今日の最後のポイントです。ポイント3、標準語が存在しない。はい、これはどういうことかという説明をさせてもらいますと、まず方言は間違った日本語なんでしょうか。そんなことないですよね。関西弁も津軽弁も日本語です。これはですね、明治時代に国語調査委員会という委員会が設置されまして、その委員会は標準語の制定を目指していたんですね。で、口語、話し言葉ですね、口語とか方言の調査が行われていたんですけれども、その国語調査委員会によって標準語は東京の山手方言に基盤を置く、これがこの委員会によって決められました。で、決められたんですけれども、その方言をなくそうってする人と、地域の文化も重要だという人両方いまして、ずっと議論して結論は出なかったということと、山手方言にしても揺れがあるんですよね。時代によって変わったりとか世代によって変わったりとかするので、はっきりとしたルールというのは決められなかったというところで、1951年ですね、国立国語研究所から報告書が出ています。国立国語研究所は今の大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所ですけれども、当時の国立国語研究所の報告書の中で、
標準語の定義について書かれているところがあります。標準語とは何らかの方法で国として制定された規範的な言語というふうに報告されていまして、そしてその標準語というのは日本ではまだ存在しない。はい、こういうふうに書かれていますね。で、全国どこでも通じる言葉というのがありますね。これは全国共通語、略して共通語というふうにしていまして、今の日本語学の論文だったりとか研究だったりでは、標準語という言葉ではなくて共通語という言葉で、論文が書かれたりしますね。で、日本には標準語は存在しないということですね。全国どこでも通じる共通語、東京の方言ですね。これはありますけれども、その共通語っていうのは規範的なものではない。つまりですね、方言を使うっていうことは全然問題がないということですね。で、アナウンサーの場合はその放送局に社内規定というのがあるということがほとんどなので、そのルールで共通語を使う、東京方言を使うっていうことが決まっているということがほとんどですね。なので地方出身の方が東京方言をトレーニングする、共通語をトレーニングするということはアナウンサーの場合はあります。そういう特別な仕事じゃなければ方言のまま話すっていうのは誰にも止められることではないですね。スピーチトレーニング。はい、ここまでで正しい日本語という日本語がどれだけあやふやかというのをですね、お分かりいただけたんじゃないかなというふうに思います。一方で明らかに間違っている日本語というのはありますね。例えば、私は語のへみきですじゃなくて、私に語のへみきです。これ助詞が間違ってますよね。あとは明らかに間違っている日本語としては敬語が間違っているケース。私はご飯を召し上がりました。明らかに間違ってますよね。尊敬語と謙譲語がごっちゃになってしまうみたいな、こういう使い方は間違っている日本語と言えますね。スピーチトレーニング。さて、正しい日本語の定義が曖昧なのであれば、どうやって言葉を選ぶのか、これをお伝えしておきたいと思います。私のおすすめですね。伝わるか伝わらないか、不快か不快でないか、この2点を考えるというのがおすすめです。つまりですね、伝わる不快でない言葉を選ぶということですね。伝わる不快でないというのはこれも規範的なルールがあるわけではないので、本人の主観にはよるんですけれども、あとは話す相手によっても変わるというのはありますけれども、伝わる不快でない言葉を選ぼうとしていれば相手を不快にさせることはないと思いますね。で、ここでお伝えしたいこととしてはですね、その人前で話す、スピーチをするとか面接で回答するみたいな時に、日本語が正しいか正しくないかっていうことを考えているとうまく話せないと思うんですね。次の言葉が出てこない。これ例えばですね、文学部の学生さんが就職活動の面接で回答しますみたいな時に、敬語間違えたら落ちるんじゃないかって気にされている方、いらっしゃるんですね。例えば間違った敬語、二重敬語ご覧になられるとか、二重敬語として間違った敬語でよく出てきますけれども、これ面接官で敬語の正しい間違ってるで採用の判断をしているっていう人まずいない。ご覧になられるって言ったから、はい、この学生さんアウトみたいにしている面接官の人ってまずいないと思うんですね。なので、正しいか正しくないかじゃなくて、伝わる言葉、ちゃんと会話をするっていうことを気にしてほしいなと思いますね。あとは自分が何か指導をする、後輩に指摘をするみたいな時に、正しい日本語を使いなさいって言っても伝わらない可能性あるので、伝わる不快じゃない言葉選びをしてほしいですってリクエストした方が後輩だったりとか、研修相手の人に伝わるなと思います。あと最後にですね、自分が言われる場合ですね、正しい言葉を使いなさいって何か研修講師の人から言われるとか、そういうふうに自分が注意をされた時に、
正しい日本語の定義って何ですかっていうふうに質問をすると講師の人何も言えなくなると思うので、これはでもあれですよ、バトルをしましょうっていう話じゃないのでね、はい、バトルになっちゃうとね、それはそれで自分が疲れると思いますので、言語学っていうのは言葉の正誤の判断をするものではないので、はい、正しい日本語を使いなさいって言われた時はっていう感じでね、思われるといいんじゃないかなというふうに思います。スピーチトレーニング。はい、五野美希のスピーチトレーニングメルマガやっております。毎週ラジオを配信しておりますので、ぜひご登録ください。オンライン教材、動画教材ですね。こちらは人前で話すのが怖くなくなる話し方講座という動画教材作っておりまして、本編90分あります。こちらもぜひチェックしてください。マンツーマンレッスンもやっておりますし、グループレッスンはオンラインサロンでやっていますので、それぞれプラン一覧にまとめていますのでチェックしてください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。